また言われるよ、コメント欄で「おっせんだよ」っつって戦うってことにセンスをあんなに感じる人はやっぱいないっすね。ヒロヤ選手がすごい、ね、成長してて、僕は思ってたより強かったっす。終わった時はずっとクレベル選手が攻めて勝ったんだなと思って朝倉選手に入ってこれでみたいな。ウェルカムトゥリンヤマンチャンネル。大変申し訳ないんですけど、今更なんですが、スーパーライズンとマジでまた言われるよ、コメント欄で「おっせんだよ」っつって。でもやっぱりこれ遅くなってもリーヤマンの話聞きたいよね、やっぱり。はい、私が聞きたい。まあとりあえずじゃあ一つずつ。はい、じゃあ1個目、安藤さん。いやマジでやばいっしょヤンジオンどころか、本当僕が4月アメリカ行って帰ってくるまでの間の2試合でめっちゃ達也さんバズってやばいって感じさえ、練習もさせてもらってたしやばさも分かってるし、でもタイミングみたいなものがキャリアとしてなかなか噛み合ってない中で絶対終わってほしくないなって思ってたんで、すげえ嬉しいっすねなんか強えなっていう。はい、ケイちゃんも似たタイプであると思うんですけど、達也さんも動物の嗅覚、戦うってことにセンスをあんなに感じる人はやっぱいないっすね。だって僕がレスリングで唯一その憧れたパリオリンピックに出てる赤澤先輩っていう人がいたんですけど、唯一僕がレスリングでこういう風な人間になりたいって思う人だったんですよ、練習量も含めて。その人のライバルが安藤達也さんで、高校の時に高校から始めて赤澤先輩と競れるやつなんてやばい人なんだみたいな風に思ってたら MMA 転向してバケモンっていう話も聞いてて、僕が行くずっと前からで、いざ対峙してみたらやっぱすごいし、それがやっと光が当たったなっていう。でもあの人一回勢いついたら多分すごいと思うんで、そういう人って、はい、ここまで溜め込んでたこの底力とか念、ある意味での念みたいなものもあるだろうし、そういうのが全部こう爆発してすごいものまだまだ見せてくれるんだろうなとは思ってますね。これからもバズ。いやまだ序章でしょこれは。そうね。はい。いやまあ期待とかじゃなくて、ここからもっと強い相手とやったら出てくるだろうし。ケイちゃんも面識あるんですか？あります。練習何回かさせてもらって。そうなんですね。そうその安藤さん、クレイジービーとあとファイトベースでファイトベースでもやって、もう日本は任してみたいな、世界は頼んだみたいなことを言ってくれたりとかしてて、いやー頑張りましょうみたいな、日本のために頑張りましょうみたいな感じで、ここ2試合ねパンチ効かしてバックチョークってもう同じやべえ勝ち方して、ライジンはないかもしれないですけども、パフォーマンスオブザナイトですよ。もう直樹期待福田龍也さん、集中力はすごいですね本当に。やっぱジャブが強いっていいなとは思いますね。相当ねやり込んできたものというか、精密なマシーンって感じですよねやっぱ福田龍也選手は野生のね、その勘みたいな嗅覚みたいなとこもやっぱ武器だと思うんですけど、それをやっぱ消すようなジャブ入らせないみたいな、要所要所のインローとかでもバランス崩したし、そこから三日月とミドルとか散らしてハイまで打ってたのはすっげえ良かったなと思いますね。パンチだけで崩すのは多分もう難しいというか、やっぱ混ぜないとダメなんだなというふうには思いましたね。展開みたいなのは予想通りな展開だったんですか？それとも意外だったとかそういうのありました？僕予想通りでしたけどね。組の展開になっても井上選手はスクランブル強いし、距離に入りたいのは福田選手なんでっていうイメージでしたけどね。でももっとこう福田選手がこう野生をガンガン出していくのかなって思ったっすけど、それを封じ込めたっすよね。そういうことか。はい、そういう展開に行きたかったとは思うんだけど、それをさせなかったっていう美しい試合だったなと思いますね。
元谷さん対広谷は、でもまああの試合は久々のフライで、いや体が超仕上がってて超びっくりして、コンディションもすごい良さそうで、もうすごいいい試合だったんじゃないかなと思います。まあ、広谷選手がすごい、ね、成長してて、ああいう打撃の乱打戦になるなんて思ってなかったんですけど、うまく自分からレスリング行ってこうバック取って、さすがだなっていう試合でしたね。わかりました。ちょっと薄くない？結構前だから多分忘れてんすよ、僕らのそのがっつりフレッシュじゃないですよね。この会話も使ってくださいよ、本当にマジで薄で終わりだからこれ。まあ一緒に練習してるチームメイトなんで、元谷さんはこう取り組んでること、まあ、具体的に何をやってきたのかとかもまあ一緒にあったし、それが試合に出てたんです、はい、けどまあそれ具体的に言うのはね違うなとは思うんで、まああれですけど、広谷選手がやっぱ僕は思ってたより強かったっす。でもレスリングをもっと混ぜてくるのかなと思ったけど、打ち合ってたんで、そこはねアッパーだったり膝もうまく混ぜて打撃でアドバンテージ取ってたし、まあ、寝技いったらやっぱね、さすがもうヘビ年の元谷さんっていう感じでスネークっぷりが出てたんで、もうこのまま年男、確かに年男だ、タイトル挑戦まで行ってベルト取ってほしいなとは思いますね。久々のフライっていうのを感じさせないっすよね。ミックルクレドル、試合前はどっちが勝つとかそういうのってどういうふうに予想してました？あんま分かんなかったっす、この試合どうなるか。まあもうさすがに下から決められるっていうことは多分ないなとは思ったし、打撃戦になってじゃあ朝倉選手が有利になるかって言ったら俺はそうでもないとは思ってたし、だから分かんなかったっすけど、ラスベガスに自分の試合で移動するために空港で見てたんですよ。でイヤホンなかったんで音消して見てて、それで見てたんで、終わった時はずっとクレベル選手が攻めて勝ったんだなと思って、判定見て1票クレベル選手入って、まあまあで2票朝倉選手に入って、これでみたいな、かなりびっくりしたんですよ、空港では。世間では結構その分かれてるじゃないですか、判定がまどっちがどうあだからこれは SNS 見たら多分すごいこれは荒れてんじゃないかなと思ったら、俺は朝倉選手だって言ってる人がすごい多かったんで、と思ってもう一回見返したりしたっす。でも音なしで見るとやっぱクレベル選手が勝ってるなって思うんですけど、音ありで見ると、会場いる時も思うんですけど、あの兄弟ってなんか音がすごいんですよ、パンチのとか蹴りのタンタンみたいな。だからまあすごい迫力があるんで、それで湧いてるのとかも見たらまあ確かに分かるかもとは思ったんですけど。ケイちゃんはどういうふうに思った？俺はクレベルが勝つならテイクダウンしてトップ取って、でスクランブルの中で足換とか、だから三角で前回やられてるから、アーチュレッタみたいな、そうなんかそこ三角とか十字とかの対策はするだろうなっていう、そこの決めはないなと思ってたんですよ。だからスクランブルの中の足換とかしか逆にフィニッシュできないなと思ってたんですよ。で、まあ、結果朝倉選手判定で勝ったんですけど、まあ、僕自身そのトータルマストをあまり理解してないっていうAC はラウンドマストなんで、まあ、スコアがこう出てって上がるんですけど、そのトータルマストっていう採点基準をあまり理解してないんで、もう判定になったらいやもうそう分かんねえわって感じです。ぶっちゃけそう僕の格闘技理解の問題なんですけど、リナさんがおとなしでクレベル勝ったっていうのも多分ラウンドのイメージってあるじゃないですか、多分。でもなんかトータルでじゃあ最後の方良かったらとか、なんか全体的に見た時にどうなのって言われたら、それまた見返してみたら、いや確かにそう言われたらこうだなとかってあるんですよ。採点基準問題はなんとも俺は言えないなっていう。私の感想はもう完全に朝倉選手勝ち。じゃあ朝倉選手はやりたいことをできてたんですか、あの15分。できてたんじゃないですか。ディフェンスとか完璧にディフェンスできてたようにディ感じます。フェンスがやりたかったことならその時点で負けてるじゃないですか。
なんでそういうこと言うの？だってそうじゃないですか。格闘技オフェンスしてる方につけるんだよ。いやディフェンスしてポイントだったら、例えばキックカットしたら1点とか、はいワンツーブロックしたら2点とか。いやそれ相手ありきじゃんっていう。そう相手がワンツー打ったからじゃんっていう。違うディフェンスだけの話をしてる。ディフェンスは全部できてたと。プラス削ってた。ガンガンやって削ってた。パウンドとかってこと？ちゃんとダメージを与えてどちらが与えていたかって考えたときね、ミクルさんは別にそんなに食らってないわけですよ、私から見たらね。まあ分かんないよね、それも。もうトータルバストだから分かんないっすね。ガンガン打撃もいってるミクル選手見たかったなっていう、ただのファン目線。はい、これはもうわがままなんですけど、そうクレベルは充実で攻める、朝倉は打撃で攻めるみたいな攻めのなんかが見たかったっていう、ただわがままファンですね、これは。だから反対になった時点でまあちょっとぼんやりはしちゃうよね。まあそうですね、そうですね、確かにね。お互い言いたいことあるしっていう。できなかったか。でもまあな、押し込んだ納得してないか。押し込んだり、打撃で俺は明確な差は出てないと思うんですよ。まあ、当たったけど別に、まあ、そんなに効いてはないよねっていう、動きが落ちてるわけでもないしっていう、ずっと組に対してオフェンシブにはいってるし、こうポストに追い込んだりボディーロック組んで、でまあ引き込むっていうのもまあ苦し紛れっていう見方をするのか、じゃあクレベル選手がその土俵で戦うことを選ばせたのかっていう見方をするのかっていうね、違いですよ。こういう考え方どうですか、深山。クレベル選手の一番の強みってやっぱりこの寝技の部分だと思うんですよ。でその強みでやってるにもかかわらず、確実なそのなんだろう、まあ寝技のダメージをミクル選手に与えられていなかったっていう印象なんですよ、私が見ていてね。なんでこんな熱くなってるのかわかんないですけどね、私がこの話。アサシンスタッフ対みたいな。そうですね。中村凛也みたいな。いやまあ寝技ってダメージじゃねえからな。言ったらポジションを取ることがリーチなわけですよ。その津田さんって人が言うんですけど、そのパスしたら寝技師にとってはもうリーチかけてる状態。打撃で言ったらもうフラフラさせてるような状態ってことですよ。じゃあリーチをかけていたんです。かけにずっと言ってたっす。かけに言ってた。なるほど。でそれに対処しつつ、まあちょいちょい殴るもあったけど、逆に下からこう蹴り上げみたいなシーンもあったし、俺はそこでイーブンかなぐらいに思ってて。なるほどね。打撃でリーチみたいなのかかってないし、前回みたいにクレベルが寝技得意な部分をその消したディフェンスした朝倉未来っていうジャッジがそもそも良くないんですよ。ジャッジに事前情報とかないんですよ。この選手はここでポイント計算とかないんですよ。フラットに見なきゃなんですよ。そうね。だからそこが朝倉未来対僕でもクレベル対中村凛也でもジャッジは等しくなんですよ。クレと朝倉未来寝技だな、打撃が防いだからこうとかダメなんですよ。事前情報はダメなんですよ。いやお二人ね、そんな素人の私捕まえてねなんかすごく詰めてもしょうがないです。私はそんなね、ネットで得た情報で戦おうと思っても無理なんですよ。いやでもすごく面白かったですね、2人の話。まあリマッチだしね、1回目の三角失神っていうのはなかなか超える試合は難しいっすよね。やっぱ1試合目の2人のインパクトがやっぱ強かった分、どうしてもこういう感じにはなっちゃうよねってことは思うんですね。以上がスーパーライジン4の感想動画今更になりました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。安藤さん、まあ大丈夫です。ちょっと傾いてかなと思ってるし。
いいね。全然大丈夫。